2004年ニスモフェスティバル。この日、日本のモータースポーツ黎明期を語る貴重なマシンが復活した。日産 R382。 69年日本グランプリを制した伝説のマシン。その開発に携わった日産 OB が TI に集結。往年の名ドライバーたちも当時憧れだったマシンを懐かしい。日産の歴代のドライバーとマシンが集うニスモフェスティバル。ニスモでは毎年栄光に彩られたワークスマシンを中心に数々のレーシングカーをレストアしてきた。2004年はこの R382 が選ばれ、半年以上に及ぶ作業を経て当時の輝きを取り戻した。晴れの舞台で R382 のステアリングを握るのは北野元。69年日本グランプリで黒沢元春とともにワンツーフィニッシュを飾った。現役当時そのままにレストアされた R382 が35年ぶりのコースインを前に思い出すのは勝利の瞬間か、それとも数奇な自らの運命か。時空を超えて北野と R382 にグランプリの記憶がよみがえる。60年代後半に圧倒的な強さを誇ったプリンスと日産の伝説のグランプリマシン。その壮大なプロジェクトに迫る。第2回日本グランプリ。ポルシェ904に惜敗したスカイライン GT の雪辱を果たすため、はやぶさ戦闘機や栄エンジンを生んだ中島飛行機の流れを組むプリンスが総力を挙げて開発した地上の戦闘機。日本初のプロトタイプカープリンス R380。66年の第3回日本グランプリに勝利したのはこの A1 型と呼ばれるマイナーチェンジモデル。原型である65年に速度記録を樹立したアルミボディの1型とは細部のデザインが異なり、軽量化のため FRP ボディに変更されている。ブラバム BT8 を参考に設計された交換スペースフレームをさらに熟成。ちなみにプリンスとブラバムの親交は深く、ジャック・ブラバムは村山テストコースでプリンスのマシンを何度も試乗したという。エンジンはプリンスが誇る直列6気筒 DOHC24 バルブの GR8。
ゼロ戦の堺エンジンを開発した中島飛行機の技術がレーシングエンジンとしてよみがえった。後に GR8 をベースに GTR の S20 が開発されたことはあまりにも有名である。日産との合併を3ヶ月後に控えた第3回日本グランプリ。プリンス最後の歴史にグランプリの栄誉を加えるため R380 はその姿を現した。 R380 はフロントローに2台、セカンドローに2台と高ポジションからスタート。宿敵ポルシェは12番手。雨の予選で下位に沈んでいた滝野カレラ6が実力を発揮。猛然と追い上げ開始。レースは予想通りプリンス R380 とポルシェカレラ6との戦いとなった。宿命とも言うべき対決。10万観衆が赤、黄、白の点を追う。24周、満を持していたポルシェはプリンスを一気に抜いた。そのスピード280キロ。32周目、ポルシェは補給のためピットイン。スタンドの目はピットに浮かんだ白い流星に集中した。綱子のチャンス。再び R380 はトップに立った。補給時間55秒。二度と抜かせてはならない。ファクトリーチームの名にかけて生沢はぴったりと滝をマークして走り続ける。息詰まるデッドヒートが続く。生沢の巧妙なハンドルさばきが続く。36周目、綱子の R380 がピットインした。5秒、10秒、15秒。誰にも信じられない早業だった。技術人の極秘の作戦がここにあった。41周の最終コーナー。ピットマンの視野にはあの流れるような美しい白いポルシェの姿は映らなかった。1周のベストラップ2分2秒97。欧米で奇跡の車と言われたポルシェはガードレールにぶつかり、右フェンダーはえぐれ、左後輪はパンク。綱子の独走体制。その後トヨタ 2000GT の細谷が追う。さらにプリンス組横山が続く。プリンス R380 は突っ走る。9分51秒、平均時速158キロ。見事雪辱を果たしたプリンス R380。その開発チーフはあのスカイラインの開発者でもある櫻井慎一郎であった。歴代のスカイラインと同時進行でプロトタイプカー R38 シリーズを開発。その全てのマシンで日本グランプリを制覇するという離れ技をやり遂げた
櫻井慎一郎。今だから語れる R380 の開発とは。デザインっていうのはないんですよ。ないっていうのはおかしいんですけれども、理屈だけで作った車で5分の1のクレーを自分でやってレイアウトからやってですね、こんな格好にできそうだと。それじゃあ空理的にどうしたらいいかということを東京大学の風洞の中に入れまして、風洞の中で作ったスタイルなんで、だからあんまり古くならないんじゃないですか。一番苦労したのは経験がないっていうことですね。それがもう、ヨーロッパに比べてはもう大変なハンディだったですね。ただ、そうは言ってもどうやって走るのか、あるいは、どうするのかっていうのはやった経験がないもんですから、随分大変な思いをして、計算をしながら、コンピューターもない時代ですけれども、一周何秒で走るかというのは勘定しながら開発した。要は日本人あるいは日本人の飛行機や製造屋ですね、製造屋というか開発や、そういう、日本の飛行機を作った、考え方のような解析の仕方のような理屈で作り上げた車だと言っていいんじゃないかと思います。作る段階では飛行機を作ってきた現場の人たちが、こういうものを溶接する時は歪みがこう出るよとか、こういうふうにやっとかないとあと問題が出るよとか、もう細かいこと全部やってくれまして、飛行機屋が、路面の上を転がる、飛行機を作ったみたいなもんです。とにかく物を開発するわけで、会社が何であろうとも目的は変わりませんから。ただ日産になって、プリンスの時代よりは結構お金が使えるということが一番大きなメリットでしたね。それから合併してもこういうことを開発する部隊には一切手が入らないでプリンスのままやりましたから、そういう点では雑音が入るなんていうことじゃなくて、やっぱり開発費が今までよりはふんだんに使えたということじゃないかと思いますね。ただやっぱり、一緒に合併してですね、やる仕事ですから、プリンスを背負い込んだから金食い虫だと言われないように成果を上げとかなきゃいけないんだなっていう、プリンスの時と違った気構えがありましたけれども、でもやってることは全く同じでした。ただお金が、困らず使えたということですね。純粋ですね。今のこの年になって考えると、なんで若い時にもっと人生をエンジョイしなかったのかなと思いますよ。こうね、それは確かに可愛いですけれども、話もしてくれませんしね。そういうのに、自分の命を懸けるほど頑張っちゃった櫻井慎一郎っていうのはバカじゃないかというふうに思いますね。もう睡眠時間なんていうのは決まった時間には取れませんでしたよ。もう昼間でも耐えられなくなると寝ちゃうしですね、だいたい3時間から4時間ぐらいの睡眠でやり通しちゃったんですね。富士スピードウェイ改修前の最後のイベントで、プリンス R380 とポルシェカレラ6の勝負が再現された。あの日ストレートで繰り広げられた名勝負が鮮やかによみがえる。
R380 は国際スピード記録にも挑戦。栄光の第3回日本グランプリに先立つ65年10月、この年のグランプリが延期されることになり、 R380 のポテンシャルを試す意味でプリンスは谷田部の高速周回路で国際スピード記録に挑んだ。4種目で平均時速230キロを超える国際記録を更新するも、コースが FIA 未公認だったため日本記録にとどまる。プリンスと日産が合併した翌年、 R380 は2型に進化、日産 R380 となる。そして67年10月、再び谷田部の高速周回路で国際スピード記録に挑戦。 FIA 公認のもと7種目で平均時速250キロを超える世界新記録を樹立した。GR8 はウェーバーの後継を大きくするなどさらにパワーアップし220馬力を発揮。サーキットでもさらなる活躍が期待された。連覇をかけて67年日本グランプリに日産 R380 は出場。 R380 の前に立ちはだかったのはまたしても宿敵ポルシェ。プリンスからタキレーシングに移籍した生沢鉄のカルカレラ6と高橋国光の R380 が激しいデッドヒートを繰り広げる。18周目、高橋の R380 を不運が襲う。前を行く生沢カレラ6のスピンに巻き込まれ R380 は大きくコースアウト。レースに復帰し懸命に追い上げるものの2位でゴール。 R380 によるグランプリ連覇はならなかった。69年ル・マン出場を夢見て3型に進化。 R380 生涯唯一の海外レースシェブロン6時間レースに優勝した。快調サーキットに現れ、地上を走る戦闘機に翼が与えられた。 R380 で成功を収めた日産チームが次なる目標として大排気量マシンの開発に着手。それが快調の異名を取った日産 R381 である。60年代後半、ヨーロッパの F1 と並ぶビッグレースシリーズとして排気量無制限2座席のレーシングカーによるカナダ・アメリカンチャレンジカップ、いわゆるカンナムが北米で一世を風靡していた。そのカンナムをターゲットに R381 の開発は進められた。68年の日本グランプリデビューを目指し、限られた開発期間の中でエアロスタビライザーという新機構を生み出す。まだ空力パーツが発達していない時代に油圧により左右独立して作動しダウンフォースを稼ぐという画期的なリアウィングだった。前作の R380 はプロトタイプといっても公道を走るスポーツカーの匂いが残されていたが、 R381 は完全なレーシングカーとしてデザインされた。エンジンルームは V12 気筒が搭載できるように設計されていたが、日産製の新型エンジンが間に合わず、やむなく GM シボレーの V8 を搭載しグランプリにデビューする。68年日本グランプリには3台の R381 が出場。予選2番手の北野元がスタートよく飛び出し
高橋国光とともに R381 のワンツー体制を築く。宿敵ポルシェはカレラ10に進化していたが R381 との差は歴然。コーナーごとにエアロスタビライザーを羽ばたかせ R381 は回走を続ける。追走するポルシェは周回遅れ。北野の R381 はトヨタセブン、ローラ T70、ポルシェ、カレラ10といったライバルたちを全く寄せつけず、2位以下を全車周回遅れにする圧倒的な速さでグランプリを勝ち取った。そうですね、とにかく、380っていうのは2リッターのマシンで、どうにかポルシェに負けないようにしたいということだったんですが、ポルシェも大きい排気量のものっていうのは作ってなかったんですが、グランプリでですね、アメリカのいろんな排気量の大きい車なんかを一緒にやるということで、まあ6、7リッターぐらいかなという話をしたんですよね。でよし作ってやると。だからそれを乗せるような、土台、要は、シャシー、ボディ、偽装全部やれという話でした。で381はそういう試作車も作ってやってみたんですけれども、パワーをいくら上げてもですね、富士のコースっていうのは早く、多少は速くなりますけれども満足のいくような、ことにならないんですよ。それは当時アメリカでレースをやってたカンナムなんていうのがありましたけども、そういうのはね、まっすぐこうバーッと走っていって極低速に減速して向きをかけたらまたガーッといくんですね。そういう連続だったんですが、富士っていうのは高速でバンクから始まってですね、最終コーナーなんていうのは横にすっ飛び出しちゃうほど速度を上げながら大きなカーブを曲がるということで、どうしてもタイヤと路面の摩擦係数が足りないんですよね。でちょっとトルクをかけると飛び出しちゃう、滑っちゃうということでですね、これはもう参ったなと思いながら、どうしてだと。で自分で富士のコースを52、3に切ってですね、タイヤと路面の摩擦係数がどのくらいあるかっていうのはゴムの板に重り乗っけてバネばかりで全部のコースあるってチェックしたんですよね。で結局両輪でこの荷重で横加速度がかかった時にすっ飛び出さないようにするのにはミュを上げるしかないと。で要は内側の車輪が、高速コーナーに行くとほとんど負荷がなくなっちゃうんですよ。それで内側の車輪にどうにかそのコーナリングの時に加速度、重力の加速度をかけてですね、内側の車輪も一緒にミュをなんとか担い合うというような、そういうことにしたいということで内側の車輪を抑えることをすごく考えました。確かですね NASA の翼型の0009かな、そういう対象翼を使ってですね、それでコーナーに入ったらぐっとこうやって内側の羽を下へ押さえつけて、内側の車輪が浮かないようにしようということをやったんですが、それをやるにあたっては随分考えました。だけど結局はうまくできないということで諦めちゃったんですよ。で、夜中の3時頃だったと思います。夢でですね、
つながりまして、当時今もうお亡くなりになった東京大学の渡先生がですね、いろんな格好でそういう、油圧によるコントロールというのをやっていらして、それを我々も共に勉強しましたから、それと羽がピタッとつながりまして、4時前にもう会社へ飛んで夜中に着きまして、夢中でそれから図面を描いて油圧回路で羽をこう動かそうと。でそれには、車体を押さえたんじゃダメだと。だから、車体じゃなくて内側車輪の、アップライトって言ってハブを押さえてるところがあるんですが、バネ下を直に下に押さえつけるようなことをやりまして、結局381はそれで、走行性能はすごく上がったんです。で、ブレーキも全部ブレーキ踏んだ時には両翼がこういうふうに立つようにしまして、で翼型の特性で、エアブレーキも効くというようなことをやりまして、あとエンジンだと言っていたんですが、エンジンがどうしても間に合わないと。でもうこれはダメだなということになりまして、カンナムで使ってるいいエンジンを買おうということになってですね、カリフォルニアのムーンというチューニングショップで、GM のエンジンをチューニングしてくれるというんで、そこへ行きましてね、それでいろいろ話して、当面はそのブヤチでやろうということになりまして、382でこの次やるのはもうエンジンが間に合っていってんですが、それと同じ12気筒のエンジンルームにそのシュボレのエンジン GM のシュボレのエンジンをチューニングして乗せたんです。でうまくいくと思ったらいかなくて、でさっきお話したようにカンナムっていうのはバーッと走っててゆっくり回ってまた走るということで、そのエンジンは使えたんですけれども、富士のように高速でコーナリングがあるとですね、オイルパンの中に入ってるオイルがみんな寄っちゃいましてね、空気を吸ってエンジン焼き付いちゃうんですよ。それで挙句の果てにそのエンジンをムーンでチューニングして持ってきたのをまた我々はばらしましてね、それで今度それをドライサンプに変えまして、オイルパンなしのエンジンに作り変えちゃったんですね。で、まあそれだとか、ヒューランドのトランスミッションのホークでギアを動かすんですが、それなんかもですね、高速でやると、アメリカのカンナムでやってるようにそっとシフトするっていうことができませんね。カッとこうやらないと間に合わないということがあるんで、ホークが曲がっちゃうんですよ。でそれを全部仰せを上げて作り直すとか、向こうから買ったものを使ってると言いながら、実際にはそれをベースに作り直して381っていうのは出来上がったわけです。でもうドライサンプにしてオイルが寄っちゃう心配がなくなってから、レースまではもういくらも日にちがない格好でレースはやってるんですよね。熱狂の日本グランプリは大排気量時代に突入。ポルシェ917とトヨタセブンを迎え撃つ。69年日本グランプリはワークス対決の絶頂期を迎える。日産は600馬力を発揮する新開発の6リッター V12 GRX3 を搭載する R382 を3台エントリー。ゼッケン20番は北野横山組、ゼッケン21番黒沢砂子組、
ゼッケン23番は高橋時良組。対するトヨタも新型トヨタセブンを5台揃える。タキレーシングは当時最強と言われたポルシェ917を輸入。前年に増して激しい戦いが予想され、スターティンググリッドは異様な熱気に包まれていた。グランプリレースは120周720キロという長丁場で行われる。スタートが近づきました。ローラ、マクラーレンなども加わって31台のマシンによる国際レースです。スタートです。ゼッケン3トヨタセブン出足よくトップに立ち、第1コーナーのバンクで14番シファートのポルシェが2位につきました。120周720キロにスピードをかける31台のマシン。3周目のヘアピンカーブ、シファートのポルシェトヨタセブンを抜いてトップに立ちました。21番の R38 にもトヨタセブンを抜きます。23番激しく追い込んで2位に上がりました。23番ブルーの日産 R38 に高橋選手、次第にポルシェとの差を詰めていきます。7周目、高橋選手1周遅れの車をラップしながらヘアピンカーブで鮮やかにポルシェを抜きました。ゼッケン5トヨタセブン。8周目、21番の日産 R38 にもポルシェを抜いて2位に上がりました。23番エンジントラブルのためスピードが落ちました。21番黒沢選手の日産 R38 が代わってトップに立ちます。傾斜角30度のバンクを一瞬のうちに日産 R38 が走り抜けていきます。
60周目、今度は21番黒沢選手がピットイン。果たしてこの間にトップが入れ替わるでしょうか。黒沢選手がそのままコースへ。120周720キロの長丁場を一人で走り続けます。タイヤの摩耗を計算して慎重なコーナリングを見せる黒沢選手。ピットにも明るい表情がみなぎっています。トヨタチームに囲まれてヘアピンを回るゼッケン21番。こうしてついにゴールを迎えました。栄光のチェッカーフラッグが振られます。日産 R38 に堂々の優勝です。ヒーローインタビューに押し寄せる圧倒的なマスコミの数にこのグランプリ優勝の重さが伝わる。2位にも北野の R382 が入り、日産のワンツーフィニッシュでグランプリ連覇が達成された。381にですね V12 気筒エンジンをつけて、もう382になる前に381に382になる時に乗せるエンジンをなんていうか前につけて走ってます。ですからもうエンジンはできてたんですが、381っていうのは、作った時はあれはですね、どうだったかっていうとキャビンがありましてね、クローズドボディでやってたんですね。でところが途中からですね、何もそうしないでオープンでいいよということになったんで、重量的にもそうすれば得ですし、空力で多少変化が出ますけれども、ということで381も、キャビンなしって言いますか、そういう格好でやったんです。で今度はですね38にまた来年ですから、相手も多少うちの狙っていろいろやってくるだろうし、それにはやっぱり勝たなきゃいけないっていう使命がですね、もうなんか勝てるんだということを前提に話があったように思います。で櫻井がやればまた勝つんだということで言われたんですけれども、38の開発やりましてね、もう381の時に多少試験もしたんですが、フレームを全部アルミにしましてね、ラジエーターをつけてエンジンをクーリングするんですが、そこの水はですねフレームの構造の中を流すというようなとんでもないことをやりまして、で強度部材の中に水を流すというようなことをやったわけですよね。でなおかつアルミの溶接っていうのは飛行機屋ですから上手にやりましてね、狂いもないようなフレームを作ってくれたんですけれども、で381の時に大いに成果を上げた羽をつけましてね、で出来上がって走り出したんですね。でやっぱり、新しいものですから多少いろんなところで、トラブルもあったりしながら、飛行機やってのはよく玉成っていうんですが、弾が鳴ると書いてね、そういうことをやって磨きをかけてたんですが、たまたまレギュレーションが変わりまして、38で使った羽は、もうまかりならんと、あれが壊れて、すっ飛んだら後ろの車がえらい迷惑をすると危ないというようなことで、禁止になっちゃったんですよ。それで弱っちゃってですね、羽で抑えてるわけですから、要はダグテールの格好を変えてですね、羽なしでも走れるようにしようということでまたやりまして、それから、車体の中に、模型ですけれども、その模型の中に銅パイプをいっぱい埋め込みまして、空力が一体どういうふうに変化していくかっていうことをですね、風洞の中でチェックしまして、要はパイプの口を
ボディとつらい位置にずっと出しまして、どういうふうに、空気が流れるかということをやったり、どうやったらエンジンルームに空気がよく入るかとかですね、やりまして作り上げたわけですね。で結果としては羽なしでも結構いい、性能が出るようになりまして、これでいこうということでやったんですね。だから381に比べれば外へ出て走ってる姿、381でやろうとした12気筒が間に合って乗せられたと。で、自信がないからですね、5リッターと6リッターのエンジンを同時に開発してまして、最初は車を仕立てるために小さいエンジンでやっといて、途中からでかいのに変えようということでやったのが、たまたまなんか隠しといて、よそが強そうだったら6リッター出したとかなんとか、書き立てられたこともあったんですが、そんな気は全然なくて、レースですからやっとああいう状態に間に合ったということじゃないかと思うんですよ。2004年9月 R38 にはレーシングスピードで走る本当の復活を目指しレストアを受けていた。輝きを取り戻したアルミのシャシーにはすでにサスペンションが組み付けられている。優勝者のシャシーナンバーは14。実は69年のグランプリの後、14号車はアメリカに渡り行方不明に。その後ロスのガレージで発見され、91年に20年ぶりの帰国を果たしたのである。美しく組み上げられた R382 の GRX3、600馬力を発揮する6リッター V12 はルーカスの機械式インジェクションを装備。12本のインテークに刺さるインジェクターが時代を感じさせる。10月7日、いよいよ GRX3 が目覚める時がやってきた。レストアを担当したのはプリンス7人の侍の一人、小平勝。プリンスレーシングチームでエンジンを担当した渋谷忠宏、そして同じくシャシーメンテナンスの杉山直樹の3人。 R38 に開発に関わった日産の OB たち。彼らが見守る中、 GRX3 のスターターボタンが押される。アルミパイプを使ったセミモノコック構造のシャシーは、より耐久色の強くなったグランプリを戦うため、両脇に大きなガソリンタンクを抱えていた。サーキットは時計回りのレイアウトが多いので、2座席のレーシングカーは重量物であるドライバーをイン側に座らせる右ハンドルが有利。ただしシフトレバーは右手になる。タコメーターは1万回転まで刻まれているが、 GRX3 は巨大なトルクがあったので高回転で回さず、レース中は6500回転でシフトアップしていたという。サスペンションは当時のレーシングカーの先端を行くレイアウト。レストアにあたってシャシーからエンジンまで主要なパーツのほとんどは14号車のオリジナルのものがそのまま使えたというから驚く。いや、もう非常に思ったよりですね、調子がっていうか状態が良くて、大変助かってます。フレームなんか、30何年経ってますから、もうちょっと程度が悪いかなと思ったんですけど、クラックも何もなくてですね、
ほとんど手入れ入れずに済んでいます。クラッチブレーキのマスターシリンダー関係の中はですね、それとかブレーキのキャリパーの中ですね、これはもうほとんど固着してまして、この辺は全部オーバーホールして取り替えてます。実は今の部品を使うとですね、非常に性能もいいし仕事もやりやすいってところはあるんですけども、やっぱり元の姿にしたいというのが趣旨ですから、元のものを生かすように今努力しています。日産のレーシングワークスとしてはですね、レーシングカースの最後の車ですし、その後の R383 っていうのは一応姿としては完成したんですけども走ってませんで、最後の車なわけで、そういう意味では非常に思い出の深い車ですね。ついにレストアが完成。往年の輝きを取り戻した R382 が日産栃木テストコースに運び込まれた。69年日本グランプリを制した伝説のマシン、日産 R382。シャシーからエンジンまで全て日産製で挑んだ当時のレーシングテクノロジーの頂点である。その存在感には時代を超えて誰もが圧倒される。多くの関係者の情熱をエネルギーに R38 には自らの力で再び走る時を迎えた。シェイクダウンは蓮見正弘に託された。蓮見は69年日本グランプリに R382 のライバルとして滝レーシングのローラ T70 を勝って出場。70年に日産に復帰した後 R382 をテストで走らせた経験がある。35年ぶりの V12 サウンドを響かせテストコースをかける。バンクを走る姿は日本グランプリを彷彿とさせ、美しく神々しくさえあった。とりあえずなんか
結構熱いね、背中が熱いですよ。なんだろう、少しオーバーヒート気味かな。非常にギアレーションが高いね。そうでしょこれなんかデフが違うみたいな感じするな。これだと400キロぐらい出るデフだな。悪いね、小林さん。先乗っちゃって。先乗っちゃって。2005年春、しばらくついに優勝ドライバーの黒沢元春にも復活した R382 のステアリングを握る機会が巡ってきた。それは懐かしい仲間との再会でもある。69年日本グランプリの走りを黒沢元春で再現したいという我々の取材依頼に日産ニスモが協力。黒沢もドライビングを快諾。いや昔の体型のそのまんまとは言わないけど、ちょっと腹が出てきたんじゃない？腹が出てるさ。これ寝すぎだな。もっと後ろのこう後ろね。あとはブレーキとアクセルはいいから、クラッチペダルがもうちょっと手前来てほしいんだよな。36年ぶりのシート合わせは完璧に行われた。みんな同期の参加で。あの日本中を熱狂させた伝説のグランプリ、その王者の走りが36年の時を経て筑波サーキットにオールキャストでよみがえる。R382 と黒沢の走りを見守ってほしい。我々の願いを受け櫻井慎一郎も筑波のピットへ。その胸に去来するのはどんな思いなのか。櫻井を乗せた車がピットに着いた瞬間、 R382 はこらえきれず V12 の雄たけびを上げて生みの親を迎える。黒沢と櫻井、2人のセピア色の思い出が現職の記憶に戻るとき、心は時間を超えもうつながっていた。黒沢が日産を離れて以来32年ぶりの再会。2人は溢れ出る感情を隠せない。久しぶり。会いたかったですよ。会いたかった。会いたかった俺は。いやね、いろんな話があったでしょ。そうでしょ。俺はね、これやってる頃からね、あんただけを待ってたからね。会いたかったよ。本当に会いたかった。いや本当ね。いや本当嬉しい。今日桜井さんに会って。69年日本グランプリを戦った男たちの熱く熱く燃えた青春が歴史の1ページから鮮やかによみがえる。本当の主を迎えた R382 がどんな走りを見せてくれるのか。私のね計測器、もうなんていうかね、普通の計測器じゃ測れないような、先進をしてくれる計測器だったですよ。ものすごい精度の高いね。でそれがあったからこれできたんです。
だから人間的にも好きだけれども、それよりは仕事の上では大変なありがたい計測器。お金で買えないね。だんだん調子が出てきた。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日本当に調子が出てきたよ。僕らの中では14号車っていう382なんですけど、これを久しぶりにドライブできたっていうのは、もう次願わくばこれをもうちょっとエンジンをね完璧に回るようにして、またどっかでチャンスがあれば走らせてみたいなっていう、そんな気も起こりましたよ。今日は本当素晴らしい、ありがとうございます。ドライバーと開発者、今だから語れる R382 プロジェクトの真実。まあこの382っていうのは僕の一生の中でも非常にその思い出のあるっていうか、もうナンバーワンのレーシングカーだったんですよ。でももっと言うとね、まあマシンも素晴らしいマシンだったけど、これを作り上げていく時の親父さんたちと一緒にこうやってきたね、スピードウェイでのこういろいろやり取り。この年でね、みっともないけどもね、黒に相手黒に相手っていう気持ちがあって、今日来て黒に会った時やっぱり嬉しかったね。いや僕も泣いちゃいましたよ。なんてね、みっともなくて人に見せるの嫌だったけど我慢できなかったしね。またこれ乗ってもらった時のお前の格好を見たらね、昔を思い出しちゃってさ、いろんなことを思い出して。まあ今でこそこれが思い出だけど、当時は僕ら夢中だったですよね。これを。そうだよ。でも僕ね、この38に関しては初めてのシェイクダウンはね、多分あれ7月ぐらい暑い時に矢田部で走らせたんですよね。そうだったかな。矢田部で走る。それはねはっきり覚えてるんですよ。それもわざとその雑誌とか他の目をごまかすために、ごまかすんじゃなくて取材に来られないために、スクープされないために富士のレースに国さんと北野君をエントリーさせておいて、それで僕と横田さんで桜井さんたちと行ったんですよ。でもその時はね、最初からねシェイクダウンからなんかすごく乗りやすい車だなってのを感じましたよ。いやそれはね、やっぱり380やって381やって、少しは経験を持ったからね、まあまあ車が作れるようになったのと、やっぱり風洞も随分利用することもうまくなったしね。あの頃風洞ってそんな真剣にやったんですか？やったよ。これね、ちょうどこれの5分の1のやつをクレーで作ってね、それでそうだな、実写風洞じゃなくて、パイプをみんなこの中に粘土の中に埋めて、それでここの流速がどうなってるか全部測って、実写風洞っていうのはそんなにやってない。これに印毛糸の糸をいっぱいつけて、やりましたねそれ。でしょ？やりましたね。あのぐらいのもんだよ。とにかくこういう車ができて走れてレースやって今日までこうやって残ってるのを見ると、これはまあもちろん設計者だからベースは作ったよ、設計したよ。だけど車としての価値はガンさんの力がもう大変でけんだっていうのは自信を持って自負しといてもらっていいんだよね。でもとにかく僕ら夢中だったですよね。そうだからその親父って言ってる割にはもう年の差も何もない。もうとにかく同じ立場でどんどんとにかくこの車を速くするんだ、いいマシンにするんだ、乗りやすいマシンにするんだってね、そういう思いがあったから。燃えてたよな。いやそうです、燃えてたんですよ。要は一緒になってね、炎みたいだったよ。だからね、
口の利き方だとかタイプだとかって全然気にしないんだよね、もっとね、悪いとこ探して言えっていうような、こっちは気でしょ。もうとにかく10月10日までに時間がなくてロングランのテストをしたかったんですよね。それができないで結果迎えちゃった。だってね、俺だってはっきり言って能力の限界だったと思うよ。だってね、もう1月前にもうダメだと、レースは降りようっていうふうに思って。それ後から聞いたんですけども、でも能力の限界誰もやってなかったんですからね。誰もこういうマシン作れなかったんだから。だけどやっぱり自分がこうできるんじゃないかと思ったことができないと、やっぱり土壇場になるともうどうしようもなくなっちゃうね。それみんなに申し訳ない。誰が会社の上司に言ったんですか、それ。そうだよ、一番のトップの常務かな。でも多分僕その話は聞いてないですよ。でもその常務にしたって話は分かった人だって、もう要はあの時親父しかやる人いないんだから。だからね、俺ね、それでね元気になっちゃったのはね、もうお前ができないんなら会社ができないんだって、だから、ダメでいいと、頑張ってくれよって言われたんだよね。それがよーしってんで、クルちゃんなんかが走ってああだこうだっていうのに、よしもう一回やるんだっていう気持ちにしたんだからね。まああの時僕ら親父って言ってましたけど、でも櫻井さんも今考えれば若かったですよね。若いよ。まだ30代後半か40ぐらいでしょ。40前だな。だから今考えたら若かったんですよね。若いけれどもね、まああんたたちも若かったよ。いや僕らも当然20代ですから。いやでもね、ドライバーでね、まあ国さんたちもそうだったと思いますけど、僕らももう20代でね、とにかくもうナンバーワンのレーシングカーを開発してるんだ、それでレースができるんだっていうその熱い思いがあったからね、すごく楽しかったですよ。櫻井さんってエンジニアさんじゃなかったんですよね。でもエンジンまでちゃんとやったよな。やるし、特に僕のこの14号車の予選が終わった後エンジンがなんか音が出ちゃってイオンが出ちゃって、本番の朝まで徹夜してくれて、全部親父さんなんかが徹夜したんでしょ。話し直したの。まあマシンの基本のパフォーマンスはまあ本当に藤井の当時43秒僕出した記憶あるんだけど、43秒で走れるマシンだったけど、とにかく実績がなかったわけですよね。一回もロングランのテストやってないですから。あんなことが起きるなんて思ってないからね。そうですよ。僕らだって思わないし、そんなバルブが飛んじゃうだとか、ハイテンションコードが抜けちゃうだとかね、その途中でやっぱりだんだんパワーダウンしてきて、とにかくこれもうゴールさせなきゃいけない、ゴールさせなきゃいけないってことで。だから燃料入れるためにピット入って、あの時僕に聞いたの誰だったかさすが僕覚えてないけど、黒沢が瀬名子さんに変わるかこのまま行くかって言われて、いやもう説明してる暇ないんで僕はこのまま行きます、説明してる暇ないってそういう言葉も言えなかったけど、それを言ったらもう時間がかかっちゃうしさ、理解するまでにね。だからその時にもうだいぶね、もうエンジンなんか傷んでたんですよ。だからとにかくもう自分で720キロ120ラップだったかな、走り切れたんですけど、まああれもよく乗れたなと思って、昔思えばやっぱり若かったのと、若いのとやっぱりね、だから全部親父さんを含めてみんなでとにかくこのマシンを勝たせよう、ゴールさせようって、クルちゃんのね、そういう情熱ですよ。そう弱音を聞いたことがなかったよ。辛かったんだろうと思うよ。いや辛いことはないけどね、弱音だけは来たくないね。辛いことはなかったですよ。そうだね、よく頑張るなと思ったよ。まあいい思い出だよね。いい思い出ですよね。人生の中でね。まあ時代が違うから今の人にそんなことを言ってもあんまり分かんないのかな。どこまで理解してくれるか分かりませんけど、だから我々は本当いいことをさせてもらいましたよね。いい、お互いにいい青春だったよ。ねえ、本当にそう思いますよ。それでその頃のものがこうやって今でも走るんだから。だからそういう意味では本当今日ね、青春が蘇ったみたいなね、
そうだね。そんな思いがしましたし、本当みんなに感謝したいなと、そう思います。そうだね。とにかくご苦労さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。69年日本グランプリが開催される5ヶ月前、富士スピードカップ。日産チームは68年日本グランプリを制した R381 のシボレー V8 を自社製の5リッター V12 に乗せ替えレースに参戦。
また2リッターの R380 も3型に進化。これはその活躍を記録した貴重なレース映像である。ゼッケン18番日産 R381 には高橋邦光、20番には北野元選手が乗り込みます。21番日産 R380 のドライバーは黒沢元春選手。同じく22番は砂子義和選手です。このほかタキチームからローラ、キュードルウォッチのポルシェカルダ6などが参加しています。ゼッケン20、快調な出足で早くもトップに立ちました。18番の R381 はエンジントラブルでしょうか、スピードが落ちています。ヘアピンカーブを回る20番の日産 R381。午前中降り続いた雨のためコースのコンディションは最悪の状態でスピードを抑えて走らねばなりません。周回数も50周から34周に変更されています。その中で V 型12気筒のニューエンジンを積んだ日産 R381 が早くも2位以下を引き離していきます。2位22番日産 R380、 続いてポルシェ21番 R380、 20番の R381 独走態勢に入りました。2位22番、3位に21番の R380 が上がりました。25番滝レーシングチームのローラピットイン。4位ゼッケン11ポルシェカレラ6。30番のフェアレディ2000、5位です。6位にいたフェアレディ32番ピットイン。北野選手の日産 R381 ますます好調。早くも1周遅れの車を捉えました。次々に周回遅れの車を抜いていく日産 R381。スローモーション撮影による R381 のコーナリングです。車体のローリングを防ぐ分割式エアロスタビライザーの働きがよくわかります。
中盤に入りました。2位に10を入れ替わって21番の日産 R380 が上がっています。黒沢選手、傾斜角30度のバンクを豪快に走り抜けます。続いて S 字コーナー。3位は22番砂野選手の R380。中盤から終盤にかけて順位は全く変わらず、日産チームが圧倒的な強さを示しています。周回遅れのローラを抜いた20番 R381。18番高橋選手も調子を取り戻して走り続けています。2位21番、3位22番、いずれも日産 R380。こうしてレースは次第にゴールに近づきます。キャンナムシリーズの王者ローラ P70 は周回遅れながら R381 を抜こうと追い上げますが、日産 R381 は余裕を持った走行でこれを抑えています。レースは北野の日産 R381 が大勝。ウエットコンディションにもかかわらず平均時速192キロで走り切った。2位にも日産 R380 を狩る黒沢。3位同じく日産 R380 の砂子が入賞。日産チームがローラ、ポルシェなどを抑えて表彰台を独占。5ヶ月後の日本グランプリへの期待を高めていった。69年日本グランプリが開催される5ヶ月前、富士スピードカップ。日産チームは
68年日本グランプリを制した R381 のシボレー V8 を自社製の5リッター V12 に乗せ替えレースに参戦。また2リッターの R380 も3型に進化。これはその活躍を記録した貴重なレース映像である。ゼッケン18番日産 R381 には高橋邦光、20番には北野元選手が乗り込みます。21番日産 R380 のドライバーは黒沢元春選手。同じく22番は砂子義和選手です。このほかタキチームからローラ、キュードルウォッチのポルシェカルラ6などが参加しています。ゼッケン20、快調な出足で早くもトップに立ちました。18番の R381 はエンジントラブルでしょうか、スピードが落ちています。ヘアピンカーブを回る20番の日産 R381。午前中降り続いた雨のためコースのコンディションは最悪の状態でスピードを抑えて走らねばなりません。周回数も50周から34周に変更されています。その中で V 型12気筒のニューエンジンを積んだ日産 R381 が早くも2位以下を引き離していきます。2位22番日産 R380、 続いてポルシェ21番 R380、 20番の R381 独走態勢に入りました。2位22番、3位に21番の R380 が上がりました。25番滝レーシングチームのローラピットイン。4位ゼッケン11ポルシェカレラ6。30番のフェアレディ2000、5位です。6位にいたフェアレディ32番ピットイン。北野選手の日産 R381 ますます好調。早くも1周遅れの車を捉えました。次々に周回遅れの車を抜いていく日産 R381。スローモーション撮影による R381 のコーナリングです。車体のローリングを防ぐ分割式エアロスタビライザーの働きがよくわかります。
中盤に入りました。2位に10を入れ替わって21番の日産 R380 が上がっています。黒沢選手、傾斜角30度のバンクを豪快に走り抜けます。続いて S 字コーナー。3位は22番砂野選手の R380。中盤から終盤にかけて順位は全く変わらず、日産チームが圧倒的な強さを示しています。周回遅れのローラを抜いた20番 R381。18番高橋選手も調子を取り戻して走り続けています。2位21番、3位22番、いずれも日産 R380。こうしてレースは次第にゴールに近づきます。キャンナムシリーズの王者ローラ P70 は周回遅れながら R381 を抜こうと追い上げますが、日産 R381 は余裕を持った走行でこれを抑えています。レースは北野の日産 R381 が大勝。ウエットコンディションにもかかわらず平均時速192キロで走り切った。2位にも日産 R380 を狩る黒沢。3位同じく日産 R380 の砂子が入賞。日産チームがローラ、ポルシェなどを抑えて表彰台を独占。5ヶ月後の日本グランプリへの期待を高めていった。